いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は今まで何名かの方にここいいよと教えてもらっていたおすすめのお蕎麦屋さんにようやく行くことができたので、早速開店時を狙って出発してみました。この道路を見ただけで分かってしまった方もいるかもしれませんね。ここは修善寺虹の里のすぐ近くにあり、12月1日にテレビに出演したばかりということもあって、平日にもかかわらず駐車場に入るのも一苦労するほどこの日は大渋滞となってました。テレビに出た翌日に行ったので、そりゃ大混雑しますよね。12月1日にテレビに出ることは分かっていたのですが、なかなか日程が合わず、行ける日がまさかのテレビ出演翌日となってしまいましたが、多少いつもよりは混んでるかもしれないけど平日だし大丈夫でしょうと高をくくってたら、まあまあ痛い目を見ることとなりました。ようやく駐車場に停めることができ、何名かの方におすすめしていただいて楽しみにやってきたこちらのお店は、伊豆市修善寺にあります手打ちそばやまびこさんです。営業時間は11時から16時で、ラストオーダーが15時30分、定休日は金曜日となっております。またこちらの営業時間ですが、10月から3月は11時から16時となっておりますが、4月から9月は17時まで営業しているようです。駐車場ですが、お店の裏側に20台ぐらい止めることができます。その駐車場の裏手に小高い場所があり、景色を眺めるところがありましたので、ちょっとだけ撮影してみました。海の景色もいいですが、山の景色もなかなかいいもんですよね。あのテラス席で食べることができたら最高ですね。それでは早速お店の中に行ってみたいと思います。お邪魔します。開店時に少し遅れてお店の大渋滞に巻き込まれたら、待ち時間が90分らしいです。心折れそうになりましたが、楽しみにしてたし、いろんな方がおすすめしてくれたので、ここは素直に待ちたいと思います。またお店の中ではいろんな商品が売られてました。コーヒー好きにはたまらなそうな自家焙煎のコーヒーなんかもありましたよ。まだまだ時間もたくさんあるので、お店の周りを散歩でもしてみたいと思います。先ほどもちょっと映りましたが、これアケビですよね。久しぶりに見たな。だいぶ時間があるので、別の場所からもお店の裏の景色を撮ってみました。少し場所が変わるだけで全然違って見えるから不思議ですよね。あとなんか綺麗だったので、棚田の記念写真も撮っておきました。そんなことをしているうちに順番が近づいてきたので、お店に戻って少ししたら呼ばれました。店内はいっぱいとのことで、今回はテラス席になりました。最高の景色を見ながら食事ができるなんて、なんかちょっと得した気分です。ちなみにこのテラス席ではワンちゃんも一緒に食事ができるようです。それではメニューを見てみましょう。まずはこちらの紅葉シーズンのメニューです。今の時期は自然薯が売りのようで、上から自然薯とろろそばにとろろ飯定食、小盛りとろろ飯に磯辺揚げがあります。続いてドリンクメニューにおそばの説明があります。ちなみに自然薯料理は11月中旬から3月中旬頃までのようです。続いては通常のメニューです。上からざるそば、限定の粗挽きそば、おろしなめこそば、修善寺湯葉そばに温かい野菜そばに鴨そばとざるそばと豚丼セットがあります。続いて単品メニューのかき揚げに原木しいたけの天ぷらに野菜ときのこの天ぷら、がんもどき、鴨パテの盛り合わせなどがあります。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。まずは生野菜と鶏の燻製がサービスで出てきました。野菜は自家製の唐辛子味噌をつけて食べてくださいとのこと。鶏の燻製はスモークがいい香りで塩加減もよく美味しい。生野菜は新鮮でみずみずしく、唐辛子味噌との相性も抜群でした。続いてきたのは自家製らっきょう漬け400円です。結構な量にびっくり。これも塩加減と辛みのバランスが良く、お酒が飲めるのなら最高のおつまみになりそうです。続いては自家製野菜ときのこの天ぷら1350円です。天ぷらは量が多いとは聞いていましたが、想像以上の量でした。種類も半端なく、パッと見で10種類以上の20個近くありそうな感じです。きっとこの天ぷらはその日に採れた野菜や季節によって違う種類になったりするでしょうから、時期によりいろんな野菜の天ぷらが楽しめて良さそうですね。あと天ぷら用にヘダの塩を出してくれました。天ぷら自体もサクッと軽く、野菜の甘みとお塩の相性も最高でした。また珍しいものとしては食用菊だと思われるものもありました。
数量限定の粗挽きそば1050円の大盛りプラス300円です。粗挽きそばは香りを引き立たせるように粗くひいた粉で打ったおそばとのことです。このおそばは平打ち麺のように切られているため、食感と喉越しが良く、おそばの香りもしっかりと伝わってきます。また先ほど天ぷらの時に持ってきてくれたヘダのお塩をおそばにかけて食べてみたところ、そばの風味がより伝わりやすくて美味しく、気のせいかもしれませんが若干甘みすら感じたような気がしました。ヘダのお塩はミネラルが豊富で甘みがあるのが特徴みたいなので、おそばに甘みを感じたのはこのお塩のおかげかもしれませんね。その後は薬味を入れる前のおつゆで食べたり、薬味を入れて食べたりと、いろんな食べ方で大盛りそばをペロッと美味しく完食しました。続いては豚丼です。お店の方に確認したら粗挽きそばでもセットにできるとのことだったので、ちゃっかりとお願いしました。お肉は静岡産ポークを使用し、驚くほど柔らかく、この卵は漬け卵となっており、ご飯との相性も良く、お肉との相性も良しと最高の一杯でした。最後はそば湯でホットタイムですね。混ぜ方が足りないだけかもしれませんが、結構サラッとしたタイプのそば湯でした。続いては温かいおそばから野菜そば1150円です。こちらは自家製野菜ときのこがたっぷりと入った優しいお味のおそばとのことです。優しい味というと薄めなのかなと想像しましたが、そんなことはなく、しっかりとしたお出汁に野菜のうまみが出た美味しいおつゆとなってました。また麺は先ほどの粗挽きそばと比べると細めになっており、すするたびにお出汁の良い香りとおそばの風味が感じられる美味しいおそばとなってました。おつゆはこんな感じで、見た目味ともにまあまあ濃いめだと思います。先ほども言った通り、野菜のうまみがしっかりと出ているのと、実際に野菜やきのこがかなり多いので、お野菜が好きな方にはお得で嬉しい一杯ではないかと思います。先ほどの天ぷらもそうですが、お野菜の種類が本当に多いです。このおそばでは個人的好みはこのなめこがとっても美味しかったです。最後はこちらの紅葉シーズンメニューから自然薯とろろそば1400円です。粘りの強い自然薯とそばの組み合わせは美味しさと健康と最高の組み合わせですよね。食事が終わったらテーブルの木札をカウンターに持っていきお会計をします。その際、先ほど食べたらっきょうと唐辛子味噌がお土産にできるとのことなので、ついでに購入。良いおつまみをゲットしました。長い時間待ってでも食べた甲斐があり、らっきょう、天ぷら、おそばとどれも美味しくて大満足でした。こちらは紅葉の季節はもともと混むらしいのですが、この日はまだそこまで紅葉といった感じではなかったので、この動画を見た後ぐらいは最高の景色が見れるかもしれませんね。あとどうせ待つなら開店30分前ぐらいに行った方が一番待ち時間が少ないかもしれませんよ。お店は開店前から開いてるようなので、着いたらすぐに名前を書くのを忘れないようにしましょう。あの壮大な景色を見てたら30分なんてすぐですよ。もし機会があればぜひ山彦さんへ行ってみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。